こんにちは、近藤美蔵です。今回はエネルギーワークではありません。そしてこれは昔から行われてきたことです。しかし情報が氾濫する時代に入り、私たちはそこから少しずつ遠ざかってしまいました。それはハートに答えを聞くこと。今日は今の時代に必要であると感じているこのことについてお話ししたいと思います。それではシリウス中継スタート。インターネットや SNS などの発達によって情報化が加速している今の時代。私たちの頭の中にはいつも何かの情報が入ってきて、思考は常に動き続けています。必要な情報が瞬時に受け取れるようになったことはとても便利なことですが、その一方で必要ではない情報もたくさん入ってきてしまうため、思考の領域が拡張してエネルギーレベルの頭でっかちになったり、ハートの機能が弱くなっている人も増えています。うつなどの心の問題がクローズアップされている時代の背景にも、このような思考と感情の領域のアンバランスが関係していると言えるでしょう。かつて私たちは自分の思考と感情がもっと一致していました。思考と感情が連動していることで、自分が何を感じてどのようにしたいのかが明確で、物事の選択や判断も迷いなく自分自身で行うことができていました。しかし現代は思考の領域にエネルギーが集まりすぎて、感情よりも思考が優先されるようになり、思考と感情の領域が徐々に切り離れてしまっている人が増えています。それによって物事に対して感情が動かなくなったり、どうしたいのかがわからなくなったり、人生の様々な場面で迷いが生じて、運命が低迷したり、自分の意志に基づかない状況の中にあったり、あなたがもしそのような中にあるとするなら、思考と感情の領域がうまく連動していない可能性があります。また、感情の領域は愛のセンターであるため、思考と感情が切り離れてしまうことで、愛に基づかない選択や行動をしてしまう可能性も高まります。世の中の犯罪もこのような状態に陥ることから起こってしまうケースも増えているでしょう。人と人とのつながりも心が行き交う時代から思考優先の人間関係へと変わり、相手の気持ちを理解することができなくなったり、自分の考えを押し付けてしまったり、情報や知識だけで良し悪しな判断を行ってしまう人たちも増えていると思います。また、愛を伴わない選択は愛を伴わない現実を引き寄せてしまいます。私たちの肉体には7つの主要なチャクラがあり、その中心はハートチャクラです。しかし思考の領域にエネルギーが集まることで、エネルギーセンターが上に上がって、ハートから離れてしまっている人も増えています。それを確認するために、試しに丸1日、インターネットや SNS などの外から入ってくる情報を遮断してみるのも良いでしょう。思考に入ってくる情報量が少なくなることで、自分の感覚が蘇ったり、自分の感情にフォーカスしやすくなったように感じる場合は、エネルギーセンターが上に上がっている可能性があります。それでは、エネルギーセンターをハートに戻すためには、どのようにしたらよいでしょうか。
まず一つ目は、必要のない情報を思考の領域に入れないように心がけること。そして二つ目は、何かを考えるとき、ハートを通して考えるようにすること。胸に手を当てて考えるという言葉があります。これは過去の自分の言動を振り返って反省するときや、物事を落ち着いて考えるときに使われる言葉で、自分の真実を確かめる場合に用いられます。古くから何気なく使われているこの言葉。これこそが思考と感情を連動させる方法です。私たちが物事を考えるとき、その中心は脳の中にあります。例えば、今日はこれからどうしようと考えてみてください。頭の中で答え探しが行われると思います。それでは同じことを今度は胸に手を当てて考えてみてください。胸に手を当てるだけでハートで答え探しが行われることを感じられるでしょうか。思考の領域で考えることと感情の領域で考えることの違いがわかると思います。感情の領域で物事を考えるようにすると、自分の思いに基づいた答えを見つけやすくなります。ヒーリングやエネルギーワークを行わなくても、胸に手を当ててハートに答えを聞く習慣を心がけることで、思考と感情を連動させることができるのです。これは自分がどうしたらよいかわからなくなった時や、大切なことや重要なことの答えを探すときに特に使っていただきたい方法です。これが習慣になってくると、思考と感情が連動した選択や行動を自然に行えるようになります。そしてエネルギーの中心もハートに持てるようになり、愛に基づいた現実を引き寄せることが可能になります。ということで、今日の話はこれで終わりです。当たり前のことのようなとても簡単な方法ですが、今の時代に必要を感じたので動画にしてみました。愛に基づいた日々を生み出すために、ハートに答えを聞く習慣を意識的に取り入れていただけると嬉しいです。それでは、シリウス中継を終わります。